ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりジジイじゃ。メリジーのレトロゲーム紹介。今回は何のゲームを紹介してくれるの？今回はこのゲームじゃ。セガサターン版機動戦士ガンダムじゃ。ファーストガンダムのゲームね。ファーストガンダムは熱いぜ。セガサターンで初めて発売になったガンダムゲームじゃな。実はこのガンダムゲーム史上最も面白いと言っても過言ではないんじゃ。個人の感想です。うわ、いきなり反感を買いそうな発言ね。異論は認めるの？認める。というわけで個人的に史上最強のガンダムゲームの紹介をチャンネル登録と高評価してどうぞ。メリジーのゲーム万ガンダムのゲームってこれまでたくさん出ているわよね。今回のゲームはどんなゲームなの？シミュレーションやアクション、RPG など様々なジャンルでゲーム化されてきたガンダムじゃが、次世代ハードセガサターンとなって、次世代ハードというだけあってきっとすごいシステムなんだぜ。オーソドックスな横スクロールシューティングゲームじゃ。今なんて？オーソドックスな横スクロールシューティングゲームじゃ。この次世代機なのにあえてオーソドックス横スクロールにしてくるあたり、さすがはバンダイと言えるぜ。タイトルのガンダムの CG が時代を感じさせるぜ。なんかのっぺりな感じね。当時の CG はこんなのっぺりツルツルな感じなレンダリングが多かったな。1995年11月22日セガサターンで発売。メディアは CD ロム1枚。開発は CRI。販売はバンダイじゃ。CD なのね。この頃は CD メディア全盛期だったわね。今でこそカードリッジの容量がバカみたいな大容量になったが、当時は圧倒的に CD の方が大容量だったからな。こういうデモムービーとかも多かったわよね。こういったムービーが要所要所に入ってゲームを盛り上げる演出をしてくれるのも、この頃からじゃな。販売本数は30万本を超える大ヒットゲームじゃ。後にサタコレとかでも出たくらいじゃから、セガサターンのゲームとしてはかなり売れた部類じゃろう。さすが、G が一番面白いガンダムゲームというだけはあるわね。じゃろう？オーソドックスな横シューティングなんじゃがバチクソおもろいんやで。急な関西弁やめれ。インチキ関西弁。本ベースは劇場版のガンダムじゃが、ところどころテレビ版の要素も混ざっておる。そして要所要所で差し込まれるムービーは改めてサンライズが書き下ろしたアニメーションなんじゃ。だからめちゃくちゃ綺麗なアニメーションとなっている。ほえー、新たな書き下ろしなのね。気合が入っているんじゃ。残念なのが BGM がオリジナルってことじゃな。アニメの楽曲とかは権利上難しかったのかもしれんな。とはいえ、書き下ろしの美麗なアニメとこの後説明する気持ちのいいシューティングと相まって、傑作と言えるガンダムゲームに仕上がっているんじゃ。ガンダムファン、特にファースト好きにはこの書き下ろしアニメーションだけでもご褒美かもしれないわね。ということでいよいよゲームシステムについて解説していくぞい。ゲームの重要な部分を隠しちゃうので少し小さくなったんじゃ。さてさてゲームシステムについて解説する。ステージは地上、宇宙、水中の3種類がある。地上ステージは重力がある状態。水中は若干慣性と抵抗があるって感じるが宇宙とそんなに変わらない。ステージの種類で特性があるのね。続いて攻撃方法じゃ。攻撃はビームサーベル、ビームライフル、バルカンがある。これがビームライフルじゃな。シャーミアのモビルスーツは戦艦並みのビーム砲を持っているのかと言わしめたライフルじゃな。そして次はこのゲームの最大の特徴となる攻撃じゃ。これじゃ、このニュータイプ攻撃じゃ。何これ？ロックオンとか出ているわね。そうじゃ。実はこのゲーム3つの軸で構成されているんじゃ。ガンダムの L 軸の奥と手前に1つずつ軸が存在してる。その軸に対して攻撃をすることができるのがニュータイプ攻撃じゃ。ニュータイプ攻撃ボタンを押しっぱなしにするとゲージが溜まる。このゲージが半分ほど溜まると手前と奥の軸の敵にロックオンをすることができるのじゃ。ロックオン後にニュータイプ攻撃ボタンを離すと一斉射撃をする。これが本当に気持ちがいい。まさしく自分はアムロなんじゃ。とまあ、あとはさまつなことなので実際のプレイ動画を見ながら解説もしていこう。人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀。地球の周りには巨大なスペースコロニーが数百機浮かび、人々はその円筒の内壁を人工の大地とした。その人類の第二の故郷で人々は子を産み育て、そして死んでいった。宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。この1ヶ月余りの戦いでジオン公国と連邦軍
は総人口の半数を死に至らしめた。人々は自らの行為に恐怖した。戦争は膠着状態に入り8ヶ月余りが過ぎた。キャーザクよザクよ。何度もアニメでも劇場版でも見たシーンだぜ。やっぱりアニメーションが綺麗なんじゃ。でも、ザクってなんでこう見るだけでワクワクしちゃうんだろう。いやいやザクだけでなく、モビルスーツ、モビルアーマー全部ワクワクするぜ。確かにかっこよすぎるのよね。アムロの住んでいるサイドセブンじゃな。ああフラウボーの家族がここで。フラウボほらしっかりするんだ。アムロ君は強い子じゃないか。港まで走るんだ。走れるなフラウボ。走れフラウボ、走れフラウ。こいつ動くぞ。動くぞと言って動かせちゃうのよね。気合が入ってる。クルルス・ドアンの時のガンダムとは違うぜ。ガンダム、大地に立つ。このタイトルコールいいわね。さあいよいよゲーム開始じゃ。実に20数年近くぶりにプレイするんじゃ。なので難易度はイージー。簡単じゃ。イージーなのね。イージーなのか。デニム総長、敵のモビルスーツが動き出しました。攻撃します。我々は警察の任務なんだぞ。聞くんだじ。いきなり名セリフぶち込んできやがるぜ。やってやる。いくらそこが熱くたって。お、G3 バルカン撃ちまくってる。やったのか。ザクをあっさり撃破だぜ。ザクを倒したのは君か。それが本当なら我々に協力してもらいたい。なんで僕がそんなことを。パイロットがいないのだ。頼む。ブライトノア、この時19歳と聞いてぶったまげたわね。そういうことだ。君が生き延びることを望むのならな。ガンダムを搭載した新鋭戦艦ホワイトベースはサイドセブンを出港した。それはアムロたちにとって数奇な運命への船出だったと言ってよい。1の2は宇宙じゃ。ドッキングベイ出ます。未来さんしっかりホワイトベースを動かしているぜ。さて、上の側の説明じゃが、エネルギーがガンダムの耐久値じゃ。これが例になるとゲームオーバーじゃ。その下にあるアーマーが走行値じゃな。攻撃を受けるとセルが時間とともに回復する。このアーマーが全て削られた状態で攻撃を受けるとエネルギーが出るんじゃ。強烈な攻撃はアーマーを一気に削りエネルギーも削られるぞ。そして横にある WB がホワイトベースの防御力を表している。敵を後ろに逃がしてしまうとホワイトベースが攻撃され防御力が下がってしまう。この値が下がってしまうと、後で説明する作戦メニューでの支援設定が制限されてしまい不利な状況となってしまうのじゃ。何で敵は点滅した方がいいんじゃ。なんか敵を逃がした時のペナルティもあるなんて面白いわね。後方に母艦がいるのを意識した行動をしないといけないのね。なかなか戦略的に動かなくてはいけないゲームじゃ。ボス戦じゃ。来るんだぜ。赤いあいつが。シャアだ。赤い彗星だ。逃げろ。見せてもらおうか。
連邦軍のモビルスーツの性能とやらを。かっけー。この頃はまだ自信に満ち溢れていた時だぜ。やっぱり量産型のザクよりも動きが速いわね。逃げていったわ。連邦のモビルスーツの性能を見たから帰ったんじゃな。なんということだ。あのモビルスーツは戦艦並みの戦闘力を持っているのか。一定の評価を得たガンダムくん。ガンダム着艦コースに入れ。ホワイトベースはルナ2に直行する。地球連邦軍の宇宙における唯一の拠点ルナ2。入港したホワイトベースは基地司令ワッケインに門前払いさながらの命令を受けた。避難民を乗せたまま南米ジャブローへ向かえというのである。一方シャア少佐も追撃を諦めたわけではなかった。大気圏突入の感激を縫い、ホワイトベースの撃破を目論んでいたのである。本艦はこれより大気圏に突入する。ガンダム発進してザクの足を止めろ。コードには気をつけて。そうしないと大気圏で燃え尽きるわよ。戦ってる最中に気をつけられると思っているんですか。あなたならできるわ。おだてないでください。カタパルトへ。アムロ行きます。大気圏突入。早くも大気圏突入なのね。ここも名シーンが多いわよね。さてさて、これが先ほど言っていた作戦メニューじゃ。道中、味方が加勢してくれたり、支援物資を届けてくれたりするんじゃが、どのタイミングで加勢してもらうか、支援してもらうかを設定できる。支援を設定するとホワイトベースポイントを消費することなる。このポイントはステージ持ち越しとなっていて、ステージ回復時に加算される仕組みじゃ。なので道中でホワイトベースが攻撃を受けなければ多くのポイントが持ち越せ、次のステージでも支援を多く受けられるという寸法じゃ。なるほど。どんな支援が受けられるの？ガンタンク、ガンキャノン、コアファイターなどの加勢、あとはホワイトベースから攻撃があるんじゃ。支援物資としてはビームライフルの補充、エネルギーの回復などがあるぞ。アムロ、ザクをホワイトベースに近づけるんだ。アムロ、援護するぞ。旧補正のコアファイターが加勢に来てくれたぜ。セリフ付きで出てきてくれるの嬉しいわね。了解。発射用意。ブライトさんも張り切って援護してくれてるじゃない。加減弾幕空中で何やってんの？はないのね。さあボス戦ね。ここもシャア専用ザクが登場するぞ。大気圏突入前にシャアと戦うのよね。この頃はまだバリュートシステムが開発されていないから、モビルスーツは大気圏突入することができないのよね。そういったこともあって、色々と厳しい条件の中で高性能なガンダムを、このタイミングで攻撃してくるんじゃ。モビルスーツの性能の違いが戦力の決定的な差ではないことを教えてやる。シャメ。来た名セリフ。戦力の決定的な差だって身をもって知るんだぜ。本当にシャアってアムロと出会って潮目変わっちゃったわよね。そりゃ執着もするわな。カミーユとジェリドの関係なんて可愛いもんよね。連邦のモビルスーツは化け物か。シャアが退却するわね。クラウン、カマン、カプセルに戻れ。シャア少佐、助けてください。減速できません。大気圏突入待ったなし。ザクに大気圏を突破する性
無駄死にです。アムロ、ガンダム、聞こえて。オーバータイムにホワイトベースに戻って。加速度がこんなに速いとは。大気圏突破の方法はないのか。こんな時も冷静なアムロくん。あった。間に合うのか。冷却シフト、耐熱フィールド。大気圏突入機能あったんかい。高性能すぎるぜガンダムさん。何気にホワイトベースもバリュートなしで大気圏突入してんだよな。しかも大気圏離脱もできるのよね。大気圏突入に成功したホワイトベース、そしてガンダム。しかし喜びもつかの間の出来事なのを彼らは知らない。ジオン地上軍が虎視眈々と彼らを狙っていたのだ。ガールマ、敵の V 作戦って聞いたことがあるだろう。その正体を突き止めた。なんだと？そのおかげで私はかなりの雑魚を撃破されてしまったよ。ひどいものだな。ひどいものだな。そんなにすごいのか。そちらにおびき込みはした。君の手柄にするんだな。よし、そのご好意はいただこう。ガウ攻撃空母で迎え撃つ。緊急出動だ。はっ。まあ、潮目が変わったとさっき言ったけど、まだこの頃はシャアにも余裕があったな。ガルマ吸収。迷いまくってたわね。敵の主力は航空隊よ。空からの攻撃に注意して。いよいよ地球での戦いね。ここでアニメだとアムロのモビルスーツ操縦テクニックがすごすぎるってなるんだよな。モビルスーツが空中戦をやってのけている。そこに痺れる憧れるってなるのよね。でもじいさん、まだバーニアの使い方わかってないから、飛べてないんだぜ。ここは俺に任せとけ。開始電のガンチョノンね。航空母艦の反応が近づいてるわ。気をつけて。アムロ、聞こえて。補給物資を送ります。バーニアの使い方を覚えたみたいね。各砲座発射用意。これ結構うざかった。本当に小賢しい回みたいな感じで、ストレスがマックスだったわい。無駄に飛んで残像を楽しむ遊びを覚えたんじゃ。アホス、バカス。白いやつ
やられた。退却する。ガルマ退却ね。アムロ、聞こえて。敵は逃げた。ホワイトベースに戻って。ここから後半ステージだぜ。了解。ホワイトベースはガルマ率いるジオン地上軍の厳しい包囲網の中にあった。今はただ静かに息を潜める以外術はないのである。アムロ、聞こえるか？敵をホワイトベースの前におびき出すんだ。了解。アムロ、聞こえて。補給物資を送ります。助けに来たぞ、アムロ。早とだったぜ。キャタピラのモビルスーツってのも。あれ確か上だけになって砲台くらい離れるとかすごいこと言ってた時あったわね。コアファイターだけでも言ってくださいとか言って言うだけ行かせたんだっけ？うろ覚えだけどなんかあったような気がする。この比喩じゃなかったと思う。ザック効果機動調整スタンバイ。シャア、木馬なりモビルスーツを発見したらすぐに知らせろ。今回はそのつもりだ。頼むよガルマ。頼んだぞシャア。勝利の栄光を君に。いい友人だったんだけどね。赤いモビルスーツ、シャアか。行くぞモビルスーツ。ビームサーベルで圧倒してたわね。やるなモビルスーツめ。我々をおびき出すつもりか。ということはなるほど、モビルスーツがおとりとなって木馬が攻撃する。いい作戦だ。ガルマ、モビルスーツが逃げるぞ。その先に木馬がいるはずだ。追えるか？追うさ。前期攻撃スタンバイ。後ろだとガウを木馬にぶつけてやる。ガルマ、聞こえていたら君の生まれの不幸を呪うがいい。君の父上がいけないのだよ。シャア、測ったらシャア。私とてザビ家の男だ。同じにはしない。ジオン公国に栄光あれ。子供の頃はシャアが裏切る背景とか深くは理解できていなかったわね。本当に大人になればなるほど理解が深まる作品だよな。ザビ家にとってガルマザビの死が痛恨の珍事であったことは、その国葬における議連の言葉からも理解できよう。シャアに代わりホワイトベースとガンダムは新たなる資格を迎えることとなる。残念なことに議連の演説もシャアの坊やだからさもバッサリとカットなんじゃ。面白いものとは何だ？は、我が軍の識別表にはない戦艦をキャッチしたのであります。例の木馬かと。
ガルマ様の敵を討つチャンスというわけですか？ハモン、行ってくる。アコース、コズン、用意はいいか？そしてダンディ・ランバラルの登場じゃ。さらにジオンの新モビルスーツグフのお出ましじゃ。この青はランバラルのパーソナルカラーだと思ったらそうでもないのよね。量産されるしな。ランバラル特攻。さてさて、アムロが脱走するところはバッサリカットされている。ハモンとの絡みもバッサリじゃ。あのシーンすっ飛ばしたらアムロとランバラルの接点がないままじゃ。アムロ、ランバラル、ハモンの関係性を知る上で非常に重要なシーンなのに。尺の都合で泣く泣くカットしたんじゃろうな。ランバラル特攻と言いつつ特攻のシーンもないからな。あのセイラの素性に少し切り込む重要なシーンもないのね。今作話通してみると意外と物語の核心には迫ってないな。原作知らないとなんのこっちゃわからない。いわゆる原作ゲームあるあるじゃな。出た。核心は知っていて当たり前だから流さない。そうじゃない部分を集めて楽しむ原作ゲームあるあるね。ビームジャベリンなんて使うの？劇場版では亡き者にされていたビームジャベリンだが、このゲームでは無類の強さを誇っておる。ミノフスキー粒子の干渉で敵を識別できません。注意してください。頼んだぞ、アムロ。しかしガンダムにおけるミノフスキー粒子の便利さったらないわね。大丈夫、アムロ、援護するわ。アムロ、補給物資を受け取って。さあ来るわよランバラル。ガンプラ買ったな。グフ。これが連邦のモビルスーツか。やってやる。新型のモビルスーツがなんだ。こいつ違うぞ、ザクなんかと。走行もパワーも。ザクとは違うのだよ、ザクとは。いいねー。ランバラルの歴戦の強者感がすごいんだぜ。それにしても本当にビームジャベリンが有能すぎるんだが。あなたは。まさかな。時代が変わったようだ。坊やみたいなのがパイロットとはな。だが勝てたのはそのモビルスーツの性能のおかげだということを忘れるな。負け惜しみよ。あの熱くただれた装甲を手でこじ開けるのもないのね。ランバラルがガンダムの股下を抜けて逃げるのもなしだ。え？ここでランバラル退場？あなた、守ってくださいまし。もう波紋が出てきた。ユウさん。なぜかユウさん交代姿。ユウさん。はい、ランバラル撃退。
満身創痍のホワイトベースはマチルダの輸送隊により細々と補給を受けていた。それはひとときの安らぎを彼らに与えたかに思えた。だがヨーロッパ反攻のオデッサ作戦の発動は確実に迫っていたのである。一方、鉱山地帯を死守するマクベはホワイトベースに後方を突かれる危険を察知し、黒い三連星を差し向ける決意を固めていた。トム来た。トムかっこいいよな。第一警戒ラインに接近するものがあります。敵か？不明です。未来、エンジン始動できるか？はい。猛攻トリプルドム。重モビルスーツというジャンル。分厚い装甲で頑丈そうな機体。でも高出力のバーニアを多く装備して機動力が高いのよね。鈍重な姿なのにホバー移動するっていう、ディオン脅威のメカニズムが炸裂しすぎている。ランバラル編が終わった途端、グフが雑魚モビルスーツ扱いなのは悲しかったわね。敵は正体不明の新型だ。気を抜くなよ。アムロ、援護します。補給物資を受け取って。高速で接近する物体があります。死は識別できません。オルテガ、マッシュ、モビルスーツにジェットストリームアタックをかけるぞ。こいつ来るのか？この辺りから覚醒し始めているわね。もう一度行くぞ。こんなところでホワイトベースを傷つけられてたまるか。アンパンマン来たー。いや機関車トーマスだぜ。マッシュのドンがやられた。マッシュ、オルテガ、たった一機のモビルスーツに。黒い三連星もやっちまいましたな。連邦の白い悪魔ですからね。確かにマチルダさんが見えたんだ。確かに。オデッサ作戦に参加した全ての戦車に対して
哀悼の意を表し全員敬礼。マチルダさん、マチルダさん。さあ大西洋の拠点ベルファーストに入港するホワイトベース。そこで彼らは本来の目的地南米ジャブローへの移動を命じられたのである。くしくもシャアはジオン潜水艦隊マッドアングラーに配置され再起を図っていた。左遷されたのよね、シャアは。グラブロー発進します。海面下の戦い。水中での戦いはガンダムには不利だ。無理はするな。水中でもジャベリンなのね。もう手放せないんだよ。ズボックが出てきたわよ。かっこいいよな。水陸両用機の中で一番かっこいい。シャア専用がズボックでよかったわい。ゾックとかアッパイがシャア専用だったらガンダムは人気出なかったと思うぞ。赤いゾックとか確かに嫌ね。ゾックを見るとカリメロを思い出す。なんとなく思い出す。補給物資よ、受け取って。アムロ、巨大な反応が近づいているわ。なんだあれは。モビルスーツなのか。来たなガンダム。このグラブルに対してうかつに海中に入ったのがお前のミスだよ。やらせるか。地球連邦軍総司令部の置かれるジャブローにホワイトベースは身を横たえた。だがそれは追跡していたシャアにジャブローの侵入路を教える結果となったのである。
ジオンにとって大いなる賭けが始まるのだ。総員大戦闘配置。モビルスーツを発進して敵の侵入を防げ。ジャブローね。ジャブローの決戦。シャーズゴ来たわー。ジャブローといえばマチルダの婚約者。ウッディポコ。ポコはいらねえポコは。ポコポコ言うな。どのくらいの敵が入り込んでいるんだ。敵はかなりの大部隊らしいわ。気をつけて、アムロ。回のセリフが、ミハルとのくだりがないんで、知らない人は意味がわからないんだぜ。ここは任せてくれ。おお、ここも名シーンね。ウッディポコがやられるところはないのね。赤い色のモビルスーツ。シャアじゃないのか。間違いない。やつだ。やつが来たんだ。ジャベリン大活躍。さらにできるようになったな、ガンダム。シャーズゴほぼ完封。ジャベリン恐るべし。私にプレッシャーをかけるパイロットとは一体何者なんだ。シャーメ。あっさり大気圏離脱する木馬。再び空へ上がったホワイトベースはサイド6の中立コロニーへ入港した。そこでアムロは運命の出会いを果たすのだが、彼自身それに気づく余裕はなかった。停泊期限切れで出港するホワイトベースをコンスコン隊が待ち構えていたからである。木馬がサイド6の領空を出る合図です。させるかよ。リックダム全機発進させろ。急げよ。領空侵犯も構わん。ここから、巡り合いね。コンスコン強襲。来たわ来たわ。リックドム数え歌。
サイド6の領空を出るぞ。気を引き締めていけ。ここは俺に任せとけ。陸上が一様だから早田小林も外キャノンに乗り換えているぜ。テレビ版の宇宙なのに元旦っていじめよね。ボールを与えるよりひどい仕打ちなんだぜ。あれが敵の親玉か。来る。一つ四つ6つ7つ8つ9つ全滅。12機のリックドムが全滅。化け物か。来ます、ガンダム。落とせ。シャアが見てるんだぞ。仕留めてみせる。ねえ大佐、白いモビルスーツが勝ったでしょ。ガンダムのパイロットはニュータイプとしての覚醒を始めている。ララーと同じレベルかそれ以上のな。はい。今や攻守ところを変え、地球連邦軍の宇宙における反攻作戦が始まる。その端緒は宇宙要塞ソロモンの攻略にあった。もはやドズル率いるジオン宇宙攻撃軍との激突は避け得ないものとなったのである。敵艦隊確認。接近してきます。ビグザムはどうなっておる。発進準備を急げ。指輪を頼むよ、少尉。注意。ソロモン攻略戦。ドズルってザビ家の中でもモブ扱いかと思ってたら、ミネバの父親なのよね。そう考えるとザビ家の天下を取ったみたいなポジションなのよね。ミネバはここから先数奇な人生を歩むがな。ソロモンに対し攻撃を開始する。各機発進して敵モビルスーツの迎撃に当たれ。敵の主力部隊が接近しているわ。気をつけて。
給物資を受け取って。道連れに一人でも多く地獄に引きずり込んでやるわ。なんだ、圧倒的じゃないか。ビグザムはなんで足がついているのかしらね。飾りだってわからない偉い人ってのがドズル中将だからじゃないのか。無理やりドズルがつけさせたんじゃねえか。いやいやジャブロー攻略目的で開発されたため、足が装備されたらしいんじゃ。そういう設定なんだね。設定とかメタなことを言うな。でも、そうだとしても足が細すぎてバランス悪いんだぜ。それにしてもやっぱりジャベリンが強すぎだぜ。射程も長く攻力、それでいて隙も少ない。悲しいけど、これって戦争なのよ。スレッダー3回早い早いよ。まだまだスレッガー注意。やったな。ビグザムですか。たかが一機のモビルスーツにやらせんやらせんぞ。ミラーの故障から8ヶ月間夕暮れのままのテキサスコロニー。ここでシャアはララーに対するニュータイプテストを見守っていた。まさにそこへ敵の掃討作戦についたホワイトベースはやってきたのだ。そしてガンダムを付け狙うマクベ大佐の姿も。ホワイト 3AA に木馬キャッチ。各員戦闘配置につけ。ビッグドムは敵戦闘爆撃機に対し先制攻撃をかける。ガンダムが現れたらテキサスに誘い込め。このギャンにはその方がやりやすい。はっ、心得ております。テキサスの攻防。さてさて、皆さんお気づきになられたであろうか。問題のこのシーン。何かあるの？このシーンが何か？これをよく見るんじゃ。これは開始伝。ソンジャブリックス戦役以降の開始伝そのものじゃ。未来の開始伝がなぜかジオン側。しかもシャアとララーのそばにいるという。どうなってるんだこれという画像が差し込まれているんじゃ。もうねじゃんどころじゃないわよ。これはすごい発見だわ。会話実はタイムリーパーでアクティブショックを回避するため、ララーとシャアの元に訪れて歴史を変えようとしていた。もうそんなことになっていたのね。ジャーナリストになっていたのも様々な未来情報を元に過去改変を目論んでいたのかもしれないわね。
他人の空見なのかもしれないが夢が広がるイルなんだぜ。ところで、ギャンに対しての思い出はないの？ギャンはテストで100点取ったらガンプラを1個買ってくれると約束してもらって、100点取って買ってもらったガンプラなんじゃ。まあ当時ガンプラは人気すぎて店にあるだけ良かった時代じゃ。余っていたのがギャンだったってわけだ。終わったのよ。誰だ？あの壺をキシリア様に届けてくれよ。あれはいいものだ。ケヤキバのパイロットに何ができるというのか。赤いモビルスーツシャアか。ガンダムとはな。ジャベリンツ流し運転しないで使うと。ダメか。シャアはシャアのか。まさかな。地球連邦が奪取したソロモン。艦隊はやがて訪れる最後の戦いを前にその怒りを下ろしていた。奇妙な事件が立て続けに起こったのはそんな時のことである。なんだこの感じは。あの輝きがララーの仕掛けたものだというのか。すごいものだな。光る宇宙。さあララー専用モビルアーマーが出てくるわね。まどろっこしい言い方はよすんじゃ。エルメスじゃエルメス。わしら世代にしたらエルメス言うたらブランドちゃうねん。モビルアーマーじゃ。エルメスとビットは切っても切れない関係よね。そうじゃ、いつの間にやらララー専用モビルアーマーなんて名前になっていて、お前それじゃあ名前なしの機体ってことじゃんかよー。何隻やられたんだ。呼んでる。
あなたには力がありすぎるのよ。あなたを倒さねばシャアが死ぬ。あなたの来るのが遅すぎたのよ。遅すぎた。なぜあなたは今になって現れたの？エルメスが大きいわよね。この頃のサイコメはまだ小型化されてないんじゃな。だからどうしても大型のモビルアーマーになってしまうというわけじゃ。ゼータの頃になるとジオンがサイコメの小型化に成功して、モビルスーツに搭載可能になったのよね。セドレーが繋がるんじゃ。このアムロ、ジャベリンで確実にやりに行ってるわね。ジャベリンだけにやりとかうまいんだぜ。なぜなの？あなたと出会ったからってどうなるの？どうにもならないわ。どうにも。あなたは私にとって遅すぎて。僕にとってあなたは突然すぎたんだ。ララ、奴とのざれ言はやめろ。人は変わってゆくわ。私たちと同じように。そうだよ。ララの言う通りだ。時が見える。今の私にはガンダムは倒せん。ララ、私を導いてくれ。取り返しのつかないことをしてしまった。僕はララを殺してしまった。本当の意味でアムロとシャアの因縁が始まった瞬間じゃな。地球連邦艦隊によるア・バオア空侵攻は目前と迫り、ジオン公国レギン公王は和平交渉のために投降してきた。まさにその時、悪魔の光はほとばしったのだ。連邦軍レビルの主力艦隊は光の本流に消えた。
ここに至ってバオアクーの戦いは両雄並び立たぬ最終決戦の場と化していくのである。人類は我ら選ばれた有料種たるジオン国国民に管理運営されて初めて永久に生き延びることができる。地球連邦の無能なる者どもに思い知らせ、明日の未来のために我がジオン国国民は立たねばならんのである。あえてオーカスであると。第2大隊と第4大隊が N ポイントから進行します。我々はルザルを機関として残存艦艇をまとめて S ポイントから進みます。時間合わせどうぞ。3、2、1、0。作戦スタートです。よし、総員大戦闘廃止だ。決戦アバオアクー。さあ、いよいよ最終決戦じゃ。足なんて飾りのジオングが出てくるのね。優先サイコミュ搭載。超高火力のモビルスーツじゃ。サイコミュの影響で大型化しておる。コックピットがそれまでの腹部ではなく頭部にあるのが特徴じゃ。この時ニュータイプに覚醒したてのシャアが登場することになる。シャアといえば白っ子にニュータイプの出来損ないと評されています。まあ確かにガンダムに出てくるぶっ壊れニュータイプに比べると、ニュータイプとしての覚醒は浅いかもです。しかしパイロットとしての適性はグリプス戦役を100式で戦い抜くなど、飛び抜けていると思います。そういった意味ではジオングを乗りこなせていたと思うんじゃ。やっぱりジャベリンなのね。最後の戦いだ。気を引き締めていけ。了解。死んない。アムロ、援護します。援護するぜ、アムロ。ガクト兵が大量に動員されていたアバオアクー。アムロ、補給物資を受け取って。ジオンの大型空母。また来るまで持ちこたえて。ここは俺に任せてくれ。アムロ、補給物資を受け取って。発射用意。敵を逃がすな、アムロ。シャーカ、こちらを見つけたな。見えるぞ。私にも敵が見える。
ガンダム。こう近づけば四方からの攻撃は無理だな、シャア。なんだ。なぜララーを巻き込んだのだ。ララーは戦いをする人ではなかった。まだだ。タカがメインカメラをやられただけだ。シャアだったら分かっているはずだ。本当の倒すべき敵が誰かということを。いるな。アムロとシャア。その2人のニュータイプに決着はなかった。そしてシャアはララーのところへ行くのか。殺し合うのがニュータイプじゃないでしょ。見えるよララ。見えるよ、みんなが。みんな早く脱出を。みんなはごめんよ。まだ僕には帰れるところがあるんだ。こんなに嬉しいことはない。分かってくれるよね。ララーにはいつでも会いに行けるから。この日、宇宙世紀0080。この戦いの後、地球連邦政府とジオン共和国の間に終戦協定が結ばれた。どうじゃったろう。単純なゲームシステムながら爽快感が味わえるニュータイプ攻撃。本当はロックオン攻撃というらしい。それに加え超美麗なアニメーション。絶対にガンダムゲームの中ではこいつが一番だと思うんじゃ。確かにこれは面白いゲームだと思うわ。クリアまで1時間ちょっとくらいでやりごたえもあるんだぜ。家にセガサターンがあって、まだ未プレイの方は絶対にやるべきじゃ。売れただけあって中古も高くないぞ。1000円未満で買えそうじゃ。早速買ってやってみるぜ。というわけで今回はここまでです。よかったら高評価やチャンネル登録よろしくなんだぜ。本当によろしくなのじゃ。それでは最後まで見てくれて、ありがとない。